ボンジュールトゥルモンド、こんにちは。ケリチーズキッチンチャンネルです。さて、今回はですね、こちらの熟成牛をおろしていきたいと思います。前回、1回目のロックダウンの時に、フランスがロックダウンになった時にも、ちょっと1回熟成牛をさばいたんですけども、今回この、ちょうど3ヶ月ぐらいの熟成ですね。こちらをおろしていきたいと思います。前回の動画で結構ご質問があったので、そちらにお答えしながら、どのようにしてさばいていくか、こちらをお見せしたいと思います。では、ご覧ください。こちら、両方とも大体同じぐらいの期間の熟成です。3ヶ月ぐらいですね。で、両方ともノルマンディー牛です。ただ、ちょっと違うのが、大きさですね。もともと同じぐらいのサイズだったんですけども、こちら営業中に切り出して途中の状態で、ちょっとロックダウンになってしまったので、この状態で置いといたので、かなりこの大きな塊とこの小さな塊では熟成の状態、あとは乾燥度合いが違ってきてしまいます。というのは、やはり切り出した方が表面積が大きいので、乾燥して中の水分が抜け出しているので、より熟成が早まっていると思われます。なので、今回はこの小さい方の塊だけ、さばいていこうかなと思います。少しやっぱ表面がかなり乾燥していますね。だいぶ、この黒くなっているのが、結構悪くなっているように見られがちなんですけども、お肉なので、乾燥していく間に褐色、変色してしまいます。なので、これ自身が悪くなっているというわけじゃないんですけども、表面自体は、食べるにはかなり硬い、かなりビーフジャーキーのような状態だと思います。ただ、こう触って、まだ3ヶ月ぐらいなので、まだ肉の弾力はかなり残っているのかなと思います。では早速、こちらの一番表面の部分を剥がしていきます。今剥がし始めた部位がかぶりという名前の部位です。ご覧の通り表面結構カサカサしていて水分がないかなと思ったんですけども、やはり中開けてみるとですね、だいぶまだフレッシュな感じというか、そういうのは保たれていますね。リブロースの芯の部分、ここがちょうど肩甲骨のあたりになります。こちら側が牛の頭側で、こちらが胴体側になります。では次にひっくり返して骨を外していきます。今外している部位がリブゲタと呼ばれる部位で、肋骨と肋骨の間にあります。
先ほどのように肋骨を一本一本外したりもしますが、特に大掛かりに全部このようにね、大きな塊でやる場合にはまず肋骨を出してしまって、次にこの背の部分、このように外して、ここがつながってるので一気にこのように外してしまうことも可能です。続いて肩甲骨の部位を剥がしていきます。どうしても熟成肉をね、初めて見る方とかは腐ってるんじゃないかななんていうご意見もちょっといただくんですね。確かにやっぱり判断がなかなか難しい時などあって、こういう表面とか、あとは若干この悪い状態になることもあります。湿度やその肉のポテンシャルにもよってもだいぶまちまちになってくるので、あとはこういう少しどうしても表面の部分からカビなど入ってしまう可能性もあります。最終的には食べながら状態を見ながら判断します。あとは先ほどちょっとポテンシャルと話したんですけども、ちょっとこの熟成がチーズとかワインとかそういうものの熟成に少し似てるんじゃないかなと思います。というのはもともとのお肉、いいポテンシャルを持ったお肉であれば長い間、例えば3ヶ月4ヶ月このように保たれるんですけども、長期熟成に適してない、もともと想定してないお肉だったりとか、ワインもそうだと思うんですけども、早飲みで5年ぐらい熟成でもうこれ以上持たないっていうものもあれば、50年100年持つワインもあると思うんですね。それと同じようにボディのしっかりしているお肉、熟成に向くしっかりとしたお肉であればかなり3ヶ月、本当に長いガリス牛だったりとかすると4ヶ月から5ヶ月持つものもあるので、それは料理人だったりお肉屋さんだったりそちら側がしっかり判断していい状態かどうかを見極めるということになると思います。徐々にお肉という感じになってきたんじゃないでしょうかね。これがリブ芯という部位と三日月と呼ばれる部位になります。これはもうここの脂肪の部分で手で剥がれます。こんな感じで簡単に手で剥がれてしまいます。脂肪なんかもこうやってね、もともとだいたい手で指で入れていくとだいたい部位ごとに剥がれていくので、あとは包丁で手助けをするようなイメージですかね。弊店のスペシャリティなんですけども、熟成肉の
食べ比べというのをお出ししてるんですけども、こちらはこのリブ芯の部分、こちらをお出ししております。今日だったらこのノルマンディー牛、このすごい霜降りですね。こちらのノルマンディー牛だとだいたいシャロレー牛だったり、先ほどちょっとご紹介もしたブロンダキテーヌというアキテーヌ地方のお肉だったり、あとはスペインのガリス地方のお肉だったり、あとはよく使っているのがシメンタルというドイツ、もともとスイス原産のものでドイツから来たものだったりとか、あとは結構ですね、あとサレース、あとはね交雑種とかね、そういうものもいろんなタイプのものを使わせてもらっていて、やはりノルマンシャロレー牛あたりは人気で、あとはガリス牛、ガリス産のものですね。こちらを2種類お出ししていて、だいたい 30g、1人前1つ 30g、40g のポーションをお皿に1つ2つ1つずつこうお出しして、熟成の具合と産地の違いのお肉で食べ比べていただくという、そういうスペシャリテもやってますので、ぜひこのねコロナが落ち着いた頃にはパリにいらっしゃっていただければなと思います。実際ねこのままステーキとしてステーキ屋さんみたいにストーンと切る場合だったら、ここまでは掃除はせずにこのままこういうついたもので、だいたいこういうスライスでステーキジャッジャッと焼いてお出してると思うんですけど、手の場合だとこういうように掃除をして、かなりちょっとぶどうまりは悪くなってしまいますけども、その芯の一番美味しい部分だけお出ししております。ソースは子牛のソース、子牛の汁を取って、そして最後にこの熟成牛のこのねいい部分だけを、骨をいい部分だけを使って焼き出して、その風味ものせて、最後にアンフュージョンのような状態、このようなソースもつけてお出ししてます。今取った部分がちょっと見えづらいですが、鉛筆と呼ばれる部位です。希少部位です。はい、では終わりました。ではこちらがリブ芯と三日月の部分、そして残りの部分、骨とか筋とか全部混ざっている状態で、ちょっと大雑把な分け方になりましたが、これでだいたいぶどまりの悪さがお分かりになるでしょうか。肉磨きをした後の筋や骨はソースに活用していきます。ただ熟成が強すぎる部分は見極めが必要です。世界ヨーロッパのそうなんですよ、日本でも今コロナが流行ってきています。大変な状況だと思います。でもですね、このコロナの状況が収束して早く良くなることをお祈りしております。そして皆さんがこのフランスパリにいらっしゃって、この熟成肉、スペシャリテの熟成肉をお召し上がりになるのを心よりお待ちしております。ボンジョーネ。